今日は、レタートプロジェクト届くの、トークイベントで、トークイベント始めたいと思います。レタートプロジェクト届くは、新型コロナウイルスの感染拡大によって、緊急事態宣言が発令されて自粛生活なのが日常的な風景になっていますが、その中で人との交流もSNS や Zoom などのオンラインツールを使用して、簡単に遠方の人とつながることができる世の中になっている中で、あえてこのプロジェクトでは手紙やハガキやビデオレターなどの時間のかかる手段で多様な背景を持った人たちとアーティストがコミュニケーションを取り合って、その中で共同でアート作品を作り上げていくというアートプロジェクトです。昨年度からスタートしていまして、今年度で2年目で、来年度に展覧会をするまとめとなる展覧会をする予定で進めています。で今日はゲストトーク、オンラインのゲストトークとして斉藤珠樹さんをお迎えしてトークを進めていきたいと思います。斉藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず、今回斉藤さんをお招きしているのはこのプロジェクトの参加している作家3人の作家が参加しているんですけど、その一人の大木博之さんという映像作家がピアサポートネット渋谷さんという引きこもり等の若者支援をする団体と協力して、そこに通ってらっしゃるというか、そこで関係されている方々と沖さんがビデオレターでコミュニケーションを今取っているという状況で、そこで引きこもりという言葉を、日本に広めたというか、第一人者の斉藤さんをお招きして、このプロジェクトをちょっと外からの視点でというかいろいろお話を伺えればなと思っています、今日は。でまずもう本当に引きこもりという言葉自体はもう誰でもが知っている言葉にもはやなっているとは思うんですけど、まずはその定義というか、その引きこもりという言葉自体についてちょっと解説というかちょっとお聞きしたいなと思うんですけど。はい。まず引きこもりという言葉ですけれども、これは大事なこととしまして、診断名や病名ではないということをですね、まず申し上げておきたいと思います。これはそうですね、不登校とか、ホームレスとかいう言葉がありますけれども、同じようにですね、問題かもしれないけれども、病ではないという状態図を示すことがあるわけですけれども、引きこもりのそれの一つということで考えていただければいいんじゃないかと思っております。どういう状態かということなんですけどもね、その定義がありまして、定義といいますのは、まず一つは、6ヶ月間以上社会参加をしていないと。もう一つは、精神障害、統合失調症とかうつ病とか、そういった障害を第一の原因としていないという、2つがあるわけですね。で、社会参加というのはこの場合ですね、就労就学も社会参加ですけれども、家族以外の、人と親密な人間関係を持っている場合は、一応社会参加しているものとみなします。ですので、対人関係の有無が結構、鍵を握っているという話になりますね。それから精神障害が第一ではないっていうのは、要するに最初に統合失調症があって、で、そのせいで引きこもってるなんていう場合は、通常引きこもりとは区別して考えると。初めに病気ありきか、あるいはそういうものなしで、家に閉じこもり続けているのか、その辺の違いは結構大きいですから、分けましょうという話になっております。ただ、ややこしいのは、引きこもり状態というのは多くの人にとっては非常に苦痛ですので、その苦痛に耐えられなくなって、引きこもりから二次的に精神障害を持ってしまうこともありますので、そういった場合については、
通常の引きこもり対応でやっていくという、一時性か二次性かという違いはあると思いますけれども、そういう定義があるという言葉であることを理解していただければと思います。その今の定義づけからすると、特にじゃあなんていうんですか、外に出れないというか、本当に何か買い物行ったりとかもできないとか、そういうわけではないということですよね。はい。外出ができるできないは引きこもりと呼ぶかどうかにはあまり関係がないです。極端に言えばですね、全くそういう友人関係ではないけども、しょっちゅう買い物や何か外出しているという人はいますので、そういう人を引きこもりにくくるというふうな定義になっております。ただ実際にはですね、対人関係を持たない人って、多くの場合は、外出をあまりしてなっちゃいますんで、要するに社会参加してなければ、物理的にも、引きこもった状態になってしまうというのが一般的ですから、みんなが持っているイメージ、部屋から出ない人みたいなイメージっていうのは、すごく外れではないと。ただ、引きこもって部屋から出ないことが、引きこもりとイコールではないんだということは、ぜひご理解いただければと思います。そのコミュニケーションという言葉、その対人関係というところで、例えばこうインターネットオンラインを通じてコミュニケーションは取るっていう方は、そういう方はどうなるんですかね。すごいそこではこうなんていうんですかね、コミュニケーションがうまく取れているというか、オンライン上ではコミュニケーションがすごくうまい人というか。少なくとも診察に来るレベルの引きこもりの方で、オンライン活動がすごい活発という人は本当に少ないです。そうなんですね。いるかいないかじゃないでしょうか。で、そういう熱心な人もごく一部にいますけれども、ほとんどの方は、やったとしてもですね、自分から発信はしない。いわゆるログにするということでですね、動画を見たりとか、掲示板を見たりとかですね、そういう程度で、やってることが多いようですね。SNS やってる人は多くないと思います。つまり自分からネット上で発信はあまりしませんので、ネット上でつながりを持ったりとかですね、友人関係を持っているということは、相当意識的にやらなければ難しいという思います。じゃあ基本的にはやはりその家族とのこうコミュニケーションがこうメインというか、それだけというのがこう定義づけの大きなあれですかね。これもですね、家族とコミュニケーションが取れているケースはやっぱり多くはなくて、場合は家族とも口を聞かない。もしくは、あまりにも部屋にこもりっぱなしなので、家族は本人の姿を見ていないというケースもあったりするくらいです。よくは、はい、どうぞ。すいません。じゃあ本当にもう結構孤立しているというか、こう切り離されているという感じなんですかね。実際には孤立して、阻害されているというか、僕の状況に置かれている方が大半ではないかなと思っています。そうなんですね。そういう引きこもりというそういう状態は日本社会特有のものなんですかね。いえいえ、そのことは全くなくて、まず一番有名なのは韓国ですね。韓国が非常に、引きこもりが多いというふうに言われています。一頃の統計では30万人ぐらいという話もあったぐらいですけれども、ちょうど人口比で言ったら日本と同じぐらいだった時期があります。ただ、違いとしましては、韓国の引きこもりというのはほとんど、オンラインゲーム依存が多くてですね、さっきおっしゃったようなオンラインで、やり取りが活発なのは韓国の方の引きこもりと言えるかもしれない。で、あと中国とかですね、もうだんだん増えてきているという話も聞きますので、これから中国は、引きこもりの数もだんだん増えるのかもしれないなと思っています。それからあとヨーロッパでいうとですね、イタリア、スペインに多いんですね。スペインでいうと、家から出ないで、いわゆるニート生活をしているうちに引きこもってしまうというパターンが多いようで、イタリアにはヨーロッパで初めての、引きこもりの家族会が存在します。前、引きこもりのレクチャーしてほしいと一回招聘されて講演したことがありますけれども、それに深刻な問題になっているということは言えるようですね。何が、鍵になっているかという話なんですけれども、一つはですね、家族主義かどうかということはすごく大きいです。つまり、家族主義と言いますのは、ややこしい話じゃなくて、
子供が大人になったときに、その親と同居を続けるか否かというところですね。20歳過ぎても同居を続けるのは、日本や韓国では普通なんですけれども、イギリス、アメリカではそういったケースは割と少ないということで、成人したらもう家から出るのは当然みたいな話があります。じゃあ、イタリア、スペインどうかとなりますけれども、ヨーロッパにもいくつかコミュニティ特性があって、特にカソリック地域ではですね、家族主義が強いということもありますので、そういったイタリア、スペインといったところでは、カトリック中心ですから、同居が長引いた結果としての引きこもりが起こりやすいというふうな推測をしております。まだ統計的に確認できてはいないですけれども、多分そういうことではないかなと思っております。なるほど。その日本以外にもそういう状況は普通にあるという今お話なんですけど、もともとただそういう状況がこう社会的に認知されたっていうのはやっぱり日本が一番早かったんですかね。そうですね。日本ではですね、言葉が有名になったのは2000年代以降なんですけれども、実は90年代から、引きこもりと関した書籍や新聞記事は存在しましたし、それまでいう引きこもりに該当する事例に関しては、1970年代の後半からですね、いろんな場所で報告があります。普通に塾やったんだけれども、その塾生の中にですね、不登校が終わって、不登校で学校を、そのまま卒業しちゃったんだけれども、その後何もしないで家にいるという人がいたりして、これは今でいう引きこもりに近いと思いますけれども、そういった人の相談が、70年代の後半からじわじわと増えてきたというのが私の印象です。斉藤さん98年に社会的引きこもりという本を書かれていて、それが社会的にその引きこもりという言葉がこう流通していくというか、みんなの中でよく聞くようになっていくっていうきっかけにはなったかと思うんですけど、その98年当時から今の現在でその引きこもりのと言われる状態のその性質とか特徴みたいなものは徐々に変化をしているものなのか、それともずっとその状況は変わらず続いているものなのかっていうところもお聞きしたいんですけど。はい。一番本質的な部分はあまり変わってないだろうと思います。一番変わったのはですね、高年齢化、高齢化ですね。8050っていう話がありますけれども、80歳代の親御さんが、50歳代の息子や娘の面倒を見ているという状況が、結構あちこちで目にする機会が増えまして、こういう現象自体は私はもう10年以上前から経験してましたけれども、もうそろそろ無視できない規模に数が及んできたということじゃないかと思います。ですので、一言では高齢化ですね。これが一番の変化と言えると思います。全体として斉藤さんが計算している中ではどれぐらいの、日本の今人口の何%ぐらいをそういう状態が占めているというふうにお考えですかね。内閣府がですね、時々調査してまして、15歳から39歳までの人口で何人ぐらいいるかという調査を2016年に発表してるんですけども、その結果によりますと54万人いると。39歳までで54万人いると。で、40歳以上64歳までの人口でいうと、61万人いると。同じぐらいですけども、シニア層の方が大きいんですね。40代以上の。で、この統計で、考えると、単純に加算すれば115万人となりますけれども、時間の隔たりがありますし、単純に加算はできないと思っています。控えめに見て100万人以上ということが出てきただけでも驚くべきことなんですけどもね。で、付け加えて言うと、それは私は政府の調査というのは必ず過小評価になると思っていて、なんでかというと、全く見ず知らずの調査員が家にやってきてですね、で、この調査書に記入してくださいと、アンケート用紙を置いて、で、次の、
一定期間経ったらまた訪ねてきて、アンケート書いてもらいましたかって回収していくわけですよね。まあ、郵送の場合もあるみたいですけども。まあ、なんて言いますかね、そういう方法論ではですね、なかなかこの数を把握できないんですね。なぜかというと、今、日本では引きこもりに対する偏見が非常に強い、強いですから、まあ、バレたくないと。うちにそういう人がいることをバレたくない。で、まあ、そういうことは衆議院守りますとちゃんと書いてあるけれども、そこは信用できないということでですね、まあ、アンケートに正直に答えない方が結構あると思うんですね。だから、それを考えると、政府の調査というのは大体常に過小評価になってきたと、私は思っていて、今回、まあ、100万以上という数が出ましたけれども、これも過小評価と考えると、どう控えめに見積もっても、まあ、200万人以上いるだろうと推定しています。そんなにいるということはもうあれですよね。もう特別な、例えばこの地域にしかいないとか、この地域にはいないとか、そういうことではなく、もう結構どこにでもそういう状況が生まれる可能性があるということですよね。そうですね。地域差はほぼありませんし、不登校もそうであるように、どんな家庭の、まあ、どんなお子さんでも、でさらに付け加えると、いつからでも何歳からでもですね、引きこもりは起こり得るというふうに考えた方がいいと思います。じゃあそれに対してのなんていうんですかね、対処というか、そういう状況に対してこういう対策を取っていこうみたいな動きとかもどんどんなんていうんですかね、この20年ぐらいで社会的にも対処の方法みたいなのもどんどん開発っていうんですかね、どんどん発展してきてる状況なんですかね。とてもそうとは言い切れないというふうに私は見ていて、まあ、変化した部分としましては、誤解や偏見が多少マシになったと、あると思いますね。まあ、昔はまあ、引きこもっていた人が犯罪を犯そうものならもう、メディアがもう総動員されて叩きまくるという構図があったわけですけれども、昨今そういう系の事件が起こっても、まあ、そこまで引きこもりを強調する報道が減ってきたという印象がありまして、まあ、ある程度そこは遠慮してくれてるなとありがたく感じていますけれども、そうですね。まあ、捉え方としてはそういう変化が起こったというところはありますけれども、なんて言いますかね、需要の仕方としてはあまり変わってないというか、まず医療ですね。医療がどう需要するかということに関してですけれども、医療は一貫して引きこもりを病気にしたいという意思があったと思います。病気として見たいと。なんとか症候群とかね、なんとかなんとか病みたいな、なんとか障害みたいなですね、そういうふうにしたいというふうな気持ちはあったと思います。これはやっぱり医者としては病名つかないと、治療できないという思いが強いですから、そうしたい気持ちはわかりますし、家族の方もですね、病気である方が保険診療ができるので、まあ、コストがかからないという思惑もありますので、病名にしてほしいという動きもあったんですけれども、これは進展しませんでした。まあ、当事者の反発もありますし、私も結構反医療化に対しては旗を振ってきましたんで、それは幸いなことに進んでおりません。なんで反対するかというと、まあ、今言いましたように、医療現場でまだ受け入れる対策ができていないということがまず一つありますし、それからあとは病気という認識が、まあ、当事者を傷つけてしまうという可能性もあるわけです。救いになる人もいますけれども、傷つく人もいるということでですね、それを考えると、できるだけ傷つかない方がいいだろうということで、まあ、病気という判断はちょっと保留にしてあるというところもありますね。実際に私としましてもですね、引きこもりと向き合うときは、まあ、いろいろ難しい、困難な状況があるけれども、根っこはまともであると、もともとまともな人であるという前提で向き合ってますので、そういった点からもあまり病名を作るという方向で考える必要は、まあ、ないんではないかなと思っております。あと対応方針としましてはですね、各自治体にまあ、昔は精神保健福祉センターというのがありまして、そこが窓口だったんですけれども、今は、まあ、引きこもり地域支援センターというものができましてですね、それで窓口になっていると
だから地域格差がそういった部分で、つまり田舎だからもう引きこもり相談できませんとかいうふうにならないように、まあ、都道府県には一つずつあるという点は進歩だったかと思います。ただ、まあ、本当はですね、引きこもり支援を本当にやろうと思ったら、家族会と、引きこもりの家族会と、それから居場所、当事者が集まれる場所、まあ、この2つは絶対必要なんですけども、そこをちゃんとやっている自治体はまだそんな多くないので、その辺は今後まだまだ先かなというふうな感じを持っていますね。あと、もっと横を言えばアウトリーチですね、訪問支援ができれば、まあ、もっとこう、アクセスできる当事者も多いと思うんですけども、これもまあ、自治体によっては実践できているところもありますけれども、一般にはまだまだ難しいというところがありまして、まあ、望ましい方向性というのはおおむね分かってきているんですけれども、なかなか現実が追いついていないと言わざるを得ない状況です。何かそういう今回もピアサポートネット渋谷さんというその団体が支援団体の方といろいろ協力しながらやっているんですけど、そういう NPO だったりそういう自主的な団体みたいなのは結構各地で増えていってるっていう状況なんですかね。そうですね、増えてるとまでは言えないかもしれません。昔からの老舗が頑張り続けているという感じでありまして、最近どんどん新しいのが増えているというふうな印象を私は持っていないです。まあ、少なくともすごく増えてはいないと思いますね。何かそういった団体の方たちの今まで蓄積してきた方法論だったりとか、そういう引きこもりの人とどういうふうにコミュニケーションを取っていくかみたいな、その方法論みたいなのがシェアされていくみたいなこともあったりするんですか？そうですね、そういった場面はまだ少ないと思います。集まりではやっぱりどうしても病気としてどう見るべきかみたいな話になっちゃいますし、そういう視点からの報告や、まして情報のシェアというのは難しいかなと、思っております。基本的に日本の精神医療は薬物抜きでは語れないくらい薬物に依存してますので、持ってる人はあれなんですよね、薬が必要な人もいますけれども、ほとんどの人はいらないんですよ。あっても役に立たないということがありますので、そういった状況を飲み込んでいただいて、で、まあ、ケースバイケースで対応してくれる専門家が求められるという、そういう感じですね。なるほど。なんか僕らがこのプロジェクトを始めるにあたってそういう支援団体の方の協力をまず間に入ってもらってっていうところから始めたんですけど、結構やっぱ手探りの部分があって、今回その大木弘樹さんという映像作家映像作家が引きこもりの方々と共同でっていうことで進めていってるんですけど、実際にどうやって本当に映像のビデオレターを送ってそれが返ってくるかっていうのもすごく心配だったりとか、そもそもそういう外部からの何かそういう働きかけがあった時に一切コミュニケーションを取ってもらえないんじゃないかみたいなこともすごく心配で始めたところがあったんですね。で実際に今斉藤さんにもそのやり取りの映像をいくつかご覧になっていただいてると思うんですけど、実際には何回か今やり取りがあって、大木さんが送った映像に対して向こうの方が返信してくれているっていうことが何回か今あるんですけど、ご覧になられて率直にどうですかね。今回の試みについてをまずどうお感じになられるかなっていうのもお聞きしたいんですけど。すみません。私、大木さんの作成されたビデオを拝見してるんですけど、反応といいますか、返信の方は見れてないっていうか、そうにあったんでしょうかね。ちょっと見落としちゃってる感じかもしれません。ですので、やり取りについての感想はちょっと言えないんですけれども、作品に関して申し上げると、なんといってもやはり一番いいのは、引きこもりというものを中心テーマに据えずにやってらっしゃるところで、引きこもっている人ってやっぱり引きこもり扱いを非常に嫌ったりとかですね、治療的雰囲気を嫌がったりとかですね、何かちょっとでも自分を変えようというふうな、
動機を感じ取ると、ちょっとこう身を引いてしまうというふうなので、そういう内容ではなくてですね、淡々と日記のような感じで書いていただいていると、作っていただいているという作りが、いいのかなというふうに思うところもあります。ただ、そうですね、同意を得ての参加だと思うんですけれども、なんと言いましょうか、引きこもっている人はどうしてもやっぱり他人の状況と自分を比べてしまうというところがありますので、もちろん活発にこう被災地に行ったりとかですね、いろんな活動されているというのを見て、自分にはこれ無理だなと思ったりとか、このこととても無理できないと、そういう自分はダメなやつだと思っちゃったりとかですね、そういうようなですね、劣等感につながらなければいいかなという懸念はちょっと感じました。どうしても思わぬところに地雷があるといいますかですね、私もよく踏んじゃうんですけども、そこに劣等感を感じるんだってことが後から分かるって結構あるんですよね。ですので、そういうことがもしあればやりとりの中で多分おっしゃると思うんですけれども、そういったようなですね、当事者のお気持ちに対してもちょっと配慮が必要な作品かなというふうに思って見ています。なるほど。そういう劣等感っていう今お言葉が出ましたけど、それは結構こうなんていうんですかね、キーワードになるというか、引きこもりの人たちにとって劣等感っていうものが結構大きく作用しているっていうのはあるんですかね。はい、簡単に言えばですね、引きこもり当事者の一般化したいと一般化して言いますと、プライドは結構高いんですけど、自信がないというような、こういう分裂的な乖離があるわけです。で、プライドっていうのは要するに理想自我で、自分がこうありたいと思うね、そういうイメージに影響しているのがプライドですから、現状はそこに届きそうにない、届いてないと思ってしまえばどうしても暗くなってしまうということがあると思いますし、そういうような、人と比較して自分を否定するという手前の段階で、彼らは自分自身に対して散々呪いの言葉をぶつけているということがあります。もうこういう人間はもう生きていく価値がないから死んだ方がいいとかですね、そういうことを言い出す人もいるぐらいで、結構だから彼らはそういった辛い思いをしていると。決して今の生活に甘んじて、楽園生活に甘んじているわけではなくて、むしろその人の日の辛さを耐えながら生きていると、考えていただいた方が正解に近いと思いますね。何かそういうこうなんていうんですかね、自尊心というか自分をこう認めてもらうきっかけみたいなのがじゃあ結構すごく重要になってくるというかってことなんですかね。そうですね。承認ですけどもね、承認されればかなりこう努力にブースターがかかるというのがあると思います。難しいのはですね、家族からの承認は実はあんまり役に立たないんですね。なぜならば、承認というものが価値を持つのは、それが全くの赤の他人から自分の価値を認めてもらえた場合の話ですから、家族や親戚というのは、自分のことを評価して当然というまず思いがありますし、それから自分がそれで元気になって社会参加すれば家族も親戚も助かるという意味では利害関係者でもありますし、いろんな意味でですね、難しい面もあると。で、家族以外の第三者による評価というのが非常に大事で、それがデイケアとかたまり場で出会う当事者同士の接点ですよね。そこで家族じゃない人から、褒めてもらう、尊敬されるという経験があると、それは結構自信をつなぎ止めるというか、そういう効果があると思って。で、仲間関係ができてくると、それはだいぶ承認も強固になってきますから、そういう状況の中でますます自信がついてくると、それは行動に結びつくということも起こりますので、よく誤解されているように、どんどんこの当事者を不安にさせていくとですね、働き始めるとかじゃなくて、むしろ十分な安心感を持ってもらう方が起きやすいということは、ぜひ踏まえていただきたいと思いますね。なるほど。今じゃあいろいろ
引きこもりの症例というか状況をいろいろお聞きしてるんですけど、えっと、そもそも今回のプロジェクトとしてそういう結構手探りでやってる部分っていうのが大きくあるんですけど、斉藤さんから見てそういうアート表現だったりアーティストたちがやるアクションというかアーティストたちの作るものであったりとか、一緒にコミュニケーションすることであったりとか、そういうことが、引きこもりの人たちに対して与える影響だったりとか、そういうの、もし前例があれば、前例も含めてお聞きできればなと思うんですけど、どのようにお考えですかね。そうですね。私はですね、長らくアール・ブリュットとの関わりを持ってまして、はい。そもそもの発端が、アメリカ・シカゴのアウトサイダーアーティストのヘンリー・ラーガーだったんですけれども、ヘンリー・ラーガーという人はもう何十年も引きこもってですね、で、引きこもってか、仕事は持ってましたけども、一応実質誰とも交流しない状態で、部屋に引きこもった状態で、その部屋の中で、一大王国を作り上げるということをやっていた人なんですね。で、その作品が、発見されて今、多分最も有名なアウトサイダーの一人と言っていいと思いますけれども、引きこもりとアウトサイダーアートってのはそもそももともと非常に関係が深いものというん。う経緯があります。あとかつてですね、アウトサイダーアートの、方向というのは基本的に精神科病院だったんですね。なんで精神科病院かというと、まさにその監禁の場所だったからですね。非常に長期間監禁させられる場所があって、そこでもう作品ぐらいしか作るものがないと。でそこである種の才能を持った、患者たちがですね、ベルフリとかですね、いろんな人いますけれども、巨大な作品を作るだけの、時間があり、なおかつ、そこの場所から移動できないという移動の自由を奪われた結果としての作品でもあったということがあって、だからこれはえっと、複雑な状況があるんですね。つまり、単純に素晴らしい才能が発揮されてよかったねじゃ済まないところがあって、そういう才能が発揮させられた環境というものは、当事者が引き込まれざるを得ないような状況を、制度が作り出していたという面もあるわけです。で、幸か不幸か、最近そういう精神科病院の R ブリットが減った理由は、単純に入院期間が短縮したということが大きくて、で、今はもう、緊急には上限3ヶ月ですから、すぐ退院されてしまうと。で、退院が早いので、そんな悠長に作品作ってる暇なんかないというのは当然あるんですけれども、代わってですね、今現在、R ブレッドと言ってもいいし、いわゆる A ブラートと言ってもいいんですけども、その現場というのは、どちらかというと、いわゆるその障害者施設ですね、発達障害とか、知的障害とか、そういった施設の方に重心が移動したという経緯があって、これまたやっぱり長期にやっぱり収容されることが、その条件になっているということが大きいと思います。ということで、引きこもりとそのアートというのは、ちょっと引きこもりとちょっと条件違うかもしれませんけれども、ある種の場所に泊まって移動ができないという条件とアート作品というのはすごく相性がいいということはあっただろうと思いますね。で、もちろんアートサイドじゃないアーティストの中にも、引きこもり同然の生活を送った人もいるわけですし、それが作品の、成果につながるということもあるわけですから、一概に否定できないということはあるわけなんですけれども、ただ私がですね、見ている限りで、その引きこもりの方が、その状況、経験をですね、作品に生かしたケースというのは、小説とか、音楽とか、そういったサンプルとしてはいくつか知ってますし、それは非常に優れたものと思います。ただ、それをやるためにはですね、ある種のその引きこもり状態をポジティブに生かしていこうという気持ちがないと、ちょっと難しいというか、引きこもっている自分をひたすら苛むというふうな意識状態では、創造性も発揮できませんし、非常に難しいんじゃないかなと思わざるを得ないところがあるんですね。うん。で、引きこもっている人は確かに、はために見れば、時間もあるし、親御さんが経済的に支えてくれてるわけですから、とりあえず好きなことすればいいじゃないと、思うでしょうけれども、引きこもっている方々ってまともな方が非常に多い。
まともな方っていうのは、つまり価値観がまともって意味ですけども、つまり、その働かざる者食うべからずみたいなことを誰よりも考えているのは彼らなんですよね。でも、まあ、いろんな事情から人が怖いとか、あるいは、まあ、自信がないとか、何らかの症状があるとか、いろんな事情で働けないという状況がある以上は、まあ、彼らを責めても始まらないんですけれども、てか、彼ら自身が自分自身を責め続けているという状況があります。で、その責めっていうのは基本的に自分はダメな人間であるという前提から始まっていて、堂々巡りなんですよね。これはまあ心理学用で反数と言いますけれども、この反数によって今自分を痛めつけているうちはなかなかこう主体的なことができないという問題があります。ですので、そういった反数の悪循環をまあ外に開くというふうなことはやっぱりあってもいいんじゃないかなと。ただそれはですね、決してその社会参加を促そうとかじゃなくて、まあ、半数をやめてもらってですね、それでまあ自分の、まあ、したいことといいますかですね、居場所といいますかですね、そういうこう、向かうべき方向性みたいなことをもう一回考え直すというチャンスにしてほしいと思うからで、そのためには、まあ、引きこもり支援とかもいいんですけれども、どうしても一部の当事者はですね、その引きこもりと銘打った支援とか治療を受けたくないという人も当然いるわけです。これもすごくまともな考え方だと思います。で、そういう人がですね、まあ、そういう、ビデオレターとかですね、そういうやり取りに関心を示して応じるってことはですね、まずはそういった自分を責め苛む反数行為から、まあ、解放されるという意味では大いに意味があるんじゃないかと、まあ、考えています。引きこもってる人って、今言いましたけども、あんまり自分の引きこもりを主題化してほしくないっていう気持ちをちょっと持ってるんですよね。だから、引きこもりっていう言葉自体に抵抗を感じる人も多いですし、もちろん、この言葉で救われたというか、かつてはですね、この引きこもりって言葉がなかった頃は、当事者の気持ちっていうのは、こんな奇妙な状況に置かれている人間は自分しかいないと。世界中に自分しかいないと。そういう思いが強くて、親もそう思っていたことがあったんですけども、この言葉が広がってからは、まあ、仲間がいっぱいいるということが分かったという点で、少し安心を得たという人もいます。ただ一方で、この言葉っていうのは一種のスティグマ性を帯びつつありますので、その言葉で呼ばれてしまうことに対するすごい反発といいますか、抵抗感もあるわけでありまして、その辺をどういうふうに今後、まあ、見ていくのがいいのかなってことはちょっと思わないでもないところです。つまり、今回の企画にしても、とりあえずその引きこもりというカテゴリーをですね、まあ、それに乗っかる感じで始まった企画だと思うんですけれども、もちろん当事者はそれを受け入れてるからいいんですけれども、なぜその引きこもりというカテゴリーだったのかというところについては、まあ、問われ続けるべき課題かなと思ってますし、その辺がうやむやのままですと、やっぱりこれがどっかしら思わぬところでですね、スティグマを強化してしまうという可能性があると思いますので、その辺に対するまあ配慮とかですね、そういったことも期待したいかなと思っています。なるほど。すごく興味深いですね。何か今のお話を聞いていると、その当事者の方の今置かれている状況だったりとか、あとは承認欲求があるであったりとか、何か非常にコンプレックスを感じているとか、そういうのを聞いてると、特に何かその人たちが特別な感じもしない気がしてくるというか、すごく現代の人たちが抱えている問題、誰しもが抱えている問題みたいな風にも聞こえてくるんですけど、それは、なんていうんですかね、今のこの社会状況が生み出しているっていうふうにも考えられる感じですかね。そうですね。引きこもりと言いますのは、引きこもりという言葉の問題点は、あたかもそれが個人の問題に還元できると、奇跡できるというふうな誤解を与えてしまいやすいところに一番の問題があると思います。引きこもりと言いますのはですね、これは社会学的に見れば明らかに社会的排除であり社会的孤立なんですね。つまりマクロで見るとですね、先ほど言いましたように日本とか韓国、あるいはイタリア、スペインは引きこもりが相対的に多い国となりますけれども、一方日本ではですね、ホームレス人口が非常に少ないという事実があるわけです。まあ、厚労省統計は当てにならない面もありますけれども、その統計だともう1万人切ってるという信じられないような統計があって、
これは路上生活者に限定しているからそうなっちゃうんだと思いますけれども、多めに見積もっても少ないことは間違いないと、いうことで、なんで、こんな少ないかというと、要するにホームレスって通常は社会的排除なんですけれども、社会に参加できない成人がどこにいるかっていう、そういう話なんですよね。で、社会に参加できない成人は、欧米では路上に行くわけです。ホームレス化するわけですね。日本とか韓国ではおそらく、韓国のデータは詳しく見てませんから、日本に限定して言うと、日本では明らかに引きこもりなんですよね、これは。社会参加できない大人は引きこもっちゃうんです。なので、ホームレスにならずに住んでいると。これも日本の家族がまだギリギリキャパシティがあるので持ってますけれども、もうじきこれは崩れて、ホームレス化が進行する可能性が高いと思ってますけれども、今のところは家族がまだ支えられるという理由で、家から出れないという状況にとどまっているわけでありまして、これは社会が排除した人々の居場所ということで考えると、明らかに社会に要因があると言わざるを得ないところがあると思いますね。でもう一点付け加えると、引きこもりに対する差別とかですね、偏見が非常に強いという状況があって、この差別偏見が強いがためにですね、当事者は抜けられないということがあるんですよ。つまり、自分の経歴を喋れないとか、あるいはもう一つの問題は、セルフスティグマと言いますけれども、自分自身を彼らは差別しちゃうんですよね。自分には価値がない人間、なぜなら自分は引きこもりだからみたいな、そういう発想が社会から植え込まれてしまっているということがあって、これが彼らの自意識を、悪い方に悪循環を回してしまうということが起こりやすくなってしまう。で、これが起こると、どんどんそういう社会参加とか、社会参加に限らずですね、いろんな意欲や欲望が奪われてしまっていって、無気力化してしまうということが起こりますので、二重の意味で、つまり社会から排除という意味と、それから社会が引きこもりに対する偏見を持っていると。二つの意味でですね、この引きこもりというのは、社会がもたらした産物というふうな、位置づけが十分できると思いますね。なるほど。コロナの状況っていうのはどう考えですかね。コロナになって結構もう本当に人とのコミュニケーションっていうのが直接のコミュニケーションが難しくなっていって、ある意味でなんていうんですかね、全員全ての人がある意味引きこもりのような状況にならざるを得ないというか、あまり他者とのコミュニケーションっていうのを特にしなくてもいい状況だったりとかが強制的にやってきたというか、で実際にそういうなんていうんですかね、どん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 自分だけの時間みたいなのがすごくコロナ以前よりも圧倒的に増えてると思うんですけど、そういうなんていうのかな、そのコロナによって引きこもり状態みたいなのがどんどんさらに加速化されていくみたいなイメージはあったりしますかね。そうですね。コロナ禍がもたらした唯一の恩恵は、引きこもる生活というのが苦しいんだということを多くの人が理解したことだろうと思います。それまでは世間の人々は、引きこもりは毎日日曜日で楽園だよねみたいなことを言ってたわけですけれども、自分が引きこもってみて全然楽園じゃないことが多分分かったと思いますので、その点だけは良かったかもしれないと思っています。ただ、引きこもってコロナ禍において何が起こったかというとですね、不登校がまず増えました。不登校人口が19万人を超えて史上最多となっております。それから小中学生の自殺も増えました。これも史上最多ですね。で、退職者、失職者も増えました。で、不登校とその退職、失職というのは、失業というのは、これはもう完全に引きこもりの温床と言えるんですよね。不登校人口の約2割が長期化するというデータがあって、今、19万人、これ横断面ですからね、で大学や高校の不登校も含めたら、もう3、40万人いるわけですけれども、その2割と考えただけでも、6万人、8万人という数になるわけでありまして、相当引きこもりに加算されるだろうと。それから就職に失敗した人、仕事をなくした人も、そのまま引きこもりになだれ込んでしまって、8050の世界に行ってしまう可能性もありますので、それを考えると、このコロナ禍で引きこもり人口は確実に増えるだろうと予測しています。ですので、本当に高齢者の引きこもり、高齢の引きこもりに対する政策抜きには、本当先の見通しが持てないと私は思うんですけれども、政府の動きは今一つ鈍いなというふうな感じを
思っております。東京都はね、引きこもりの会議を、先頃持ちましてですね、それで新しい対策の提言をしてきたところですけれども、東京都レベルではそうですけれども、国レベルではまだまだ現実に追いついてないと言わざるを得ない状況がありますね。うん。斉藤さんはアートに関しても、特に現代アートに関しても非常に造形が深いと思うんですけど、社会が抱えている、引きこもりも、社会が抱えている問題の大きな問題の一つだと思うんですけど、他にもいろいろな問題を社会は当然抱えて、その中でアートっていうものが、そういった問題に対して、いや、対しての役割であったりとか、アートっていうのがどういうふうに機能するのかとか、そこら辺についてはどういうふうにお考えですかね。アートっていうものが効果的に機能するのかどうかというか、その社会が変える問題に対して。そうですね、効果や機能というものがアートに求められるべきかという問題はまずあるんですけれども、うん。そこはさておくとしまして、もしですね、効果や機能があるとすれば、私は坂口恭平さんのですね、現実脱出論という本が非常に好きなんですけれども、あの本に書いてあるのは、その表現っていうものはですね、それぞれの個人の、思考の質と彼は言うんですけども、思考の中身をですね、この現実というフィールドにおいて、橋渡しする役割を持っているということを彼は言うんですけれども、私はこれに尽きるかなと思っています。その人の内面、主観世界、対話というのは主観と主観を交換することに他ならないんですけれども、主観と主観の交換というのは、時として言葉だけではうまくいかないということがあるわけでありますけれども、その主観と主観の交換という領域においてはですね、このアートの表現というものが、それを成し遂げる場合もあり得るということで、そういったなんて言いますかね、対話の回路を増やすという意味でですね、あえてコミュニケーションとは言いませんけれども、対話の回路を増やすという点で、アートというのは非常に大きな意味を持っていると。さっきも言いましたように、引きこもりというテーマを持ってこられると、一部の当事者は非常にうんざりするわけですよね。うん。またなんかそういう珍獣を眺めるような目で自分たちを見るのかみたいな感じになっちゃうわけでありまして、それとは全く無関係な話題とか作品とかそういったものを交換し合う中で、見えてくるものもあるだろうと思いますので、そういった意味ではそのアート表現っていうのは、対話を豊かにするためのツールとしての効果は期待できるんじゃないかなと思ってますけれども。それはじゃあ、対話なり、何かのコミュニケーションのきっかけの一つになればいいぐらいの感じですかね。そうですね。何かが触発されると言いますかね。伝達じゃなくてもいいと思うんですよ。それこそ、全く無関係な連想が湧いてきたっていいと思うんですけれども、そういう相互に触発し合うような、触媒としての効果は結構期待できるかなと思ってます。うん。あれですかね、そういう例えば今回大木さんが送っていることであったりとか、そういうのが実際にどこでそれが機能しだすかとか、どうやったら効果的かなんてことはやっぱなかなかわからないっていうことですよね。それを考え始めると、本当にアートとしての本来性を失ってしまったと思いますので、まさにうん。何が起こるかわからないという不確実性を高めるのが、アート本来の姿ではないかと思いますので、その不確実な世界を共有すると言ってもいいでしょうかね。で、うん。当時もわからない、何が起こるかわからないような、ま偶有性に身を委ねると言ってもいいでしょうけれども、そういうような、状況をうまく作り出す上では、通常のコミュニケーションよりもアートの方が優れていると言えるかもしれませんね。うん。なるほど。結構そういうなんていうんですかね、未来が予測できなかったりとか、カオス的な部分みたいなことが、むしろ何かの動き出すきっかけになり得るというか、予定調和じゃないものの方が機能する可能性があるってことですかね。そうですね。ある意味、先ほどから申し上げている引きこもり当事者の自意識というのは、未来の予測をぐるぐるしすぎちゃってですね、うん。ネガティブな未来ばかりを予測しすぎてしまって、しかもその予測っていうのは、一応筋は通ってるわけです。つまり、何者でも、自分はまだ何者でもないし、それからもう30、40超えて、今から頑張ってもいい仕事があるとは限らないと。で、
結婚したり家庭持ったりするのもほぼ絶望的だという、そういうふうな彼らは自己イメージを持ってるわけですけども、それはおそらくそんなにまあ、卑下しすぎとかですね、とんでもない、自分の賠償化であるとか、そういうことにならないと思うんですよね。やっぱりある程度客観的に見てそう思っているというところがあって、それはすごく本人を苦しめてるわけなんですけれども、そういったようなですね、予測できる世界の中で非常に苦しんでいるところに、予測できないような要素がたくさん入ってくるっていうのは、ある種の気持ちにゆとりというか余白というか、そういったものをもたらしてくれる可能性があるんではないかなと思いますし、予測可能性がない方がですね、こういった場合は救いになると言ってもいいのかもしれませんね。うん、面白いです。何かすごいヒントになる気がしますね。実際に斉藤さんがいろいろな引きこもり状態の人たちと対話なり対応していく中で、何かがきっかけになって、パッとその引きこもり状態がなくなるっていう、その瞬間っていうのはいろいろ立ち会ってこられてると思うんですけど、そういう、その中になんていうんですか、表現、その人たちがアート表現なり、自分が何かを表現するっていうことなり、何かを表現によってその状態が解消されていったみたいな事例ってあったりするんですかね。どちらかというと、抜け出した後で表現をするということが多いように思います。あただあ、なるほど。表現がきっかけで抜け出すというふうなストーリーになかなかなりにくくて、うん、抜けられてからやっと表現できる余裕が生まれてくるというふうなことが多いというふうな、印象を持っていますが、私はそれは別にどちらも構わないというか、うん、どちらでも同じことであろうと思ってますので、前後関係はどちらでもね。うん、表現のみの力で、要するに引きこもりというのは、非常に複合的な現象なんですね。いろんな要因が絡み合って起こってきていて、社うん、会もあるし、個人もあるし、家族もあるし、うん、複合的なものですから、一発の、たった一人の一言でパッと変えるとか、そういうことはほぼないんですよ。うん、やっぱり複合的なものなんで、複合的な働きかけによって変わるしかないということがあると思います。ですので、私はあまりそういう美談は知らないんですね。つまりこういう経験をしたらもう奇跡的に変化が起こったみたいなことってのはあんまりなくて、やっぱりじわじわと変わっていって、何が聞いたかわからない感じで社会参加していくというふうなことがもう多いと思いますけれども、でその結果としてその後からですね、表現がついてくるということはあるように思いますので、それも表現の一つの機能かなと思ってますけれども。うん、なるほど。面白いですね。うん、何かいろいろヒントをいただけた気がします、今日のお話を聞いて。今後、なんていうんですかね、大木さんはこれからもいろいろコミュニケーションを取っていくわけですけど、今回のそのプロジェクトにおいて、何かそういうあえて引きこもりの人だからこうとか、そういうことをむしろやらずに、普段通りというか、普段大木さんがやってる表現みたいな表現を普段通りにぶつけるというか、届けるみたいなことの方が、むしろ何か効果っていう言葉が合ってるかわからないんですけど、何かが変わるきっかけになりうるっていう風な感じがお話を聞いていて、感じたりしました。はい、事実としてはそうであろうと思いますけれども、ただ、対話もそうなんですけれども、このビデオレターにしてもですね、あの、なんか結果を出してやろうとかですね、相手を変えてやろうとか思い始めたらもうダメだと私は思うんですよね。うん、そういうことじゃなくて、とにかくこのやり取りを続けていこうというふうな、プロセス、過うん、程の方がはるかに重要で、その過うん、程、これを精神療法では、プロセスオリエンテッドと言いますけれども、ゴールオリエンテッドになった瞬間に、それは本当にただの効率優先のですね、治療プログラムに出してしまいますので、そうならないためには、ひたすらプロセスに没頭していただくということに尽きるんじゃないかなと思ってます。うん、なので、結果とか改善とか、引きこもり抜け出すとかいうことに一切こだわらずにですね、やり取りをもう活性化していただく方を大事にしていくのがいいんじゃないかなと私は思ってます、個人的には。うん。なるほど。わかりました。ありがとうございます。今日なんかいろいろ今後の指針というか方向性をいろいろヒントをいただけたような気がします。そうですか、ありがとうございまはい、す。ありがとうございます。なんか非常に僕も勉強というか
何か活性化された気がします。ありがとうございました。でした。はい。じゃあ今日はこれでトークを終了したいと思います。どうも